はい、こんにちは。今からというか、私来週からスリランカに行くんですけど、スリランカのね、ビザというか電子詐称アメリカのエスタみたいなやつでスリランカには ETA っていうのがあって、それをね取らないといけないんですけど、これね調べてたら結構他のアメリカのエスタとかでもよくあることなんですけど、代行のサイトがすごい乱立してて、通常だと20ドルアメリカドル20アメリカドルで申請ができるんですよ、公式サイトからだと。ただそういう代行のサイトがすごいたくさんあって、でしかもそこ広告出してたりしてるから、スポンサーで検索画面の一番上に上がってきてたりとかするし、しかも公式サイトにすごい似せてるサイトとかがあって、そういうのを使うと59ドルとかね、結構3倍ぐらいの値段がかかったりとか、あとは日本語の代行、日本語で取れますっていう代行のやつとか1万円ぐらいしたんですよ、それ見てたら。なのでちょっと今回はどういう風にね取っていくかっていうのを実況しながらやっていきたいと思います。もしスリランカに今後行きたいっていう人の参考になればと思って今から取得をしたいと思います。はい、で早速やっていくんですけど、また画面をここに出しておこうと思うんですけど、はい、じゃあ今からね実際にやっていくんですけど、これがね公式のスリランカの ETA 取得のサイトなんですよ。でこれだとこのね料金っていうのを見てみると20US ドルって書いてあるんですよね、ここに。ただ私が見つけたサイト、これ見て、すごい似てるんですよこれね。でこれは50何ドル、ビザフィーのとこ見るとね、見てほら59ドルとかかかるし、これもまた別のサイトなんですけど、これは69ドルかかるんですよ。でこれとかも59ドルとか、なんかね日本のサイトもあったんですよね。見てください、これがね日本語のサイトなんですけど、これ日本語のやつもね、ここ渡航目的が観光と乗り継ぎの場合1万800円。やばくない？しかもねこれ乗り継ぎってお金払わなくていいんですよ、乗り継ぎの時って。確かほらトランジットビザ、乗り継ぎの2日間で1回入国できるビザは無料で取れるはずなんですよ。なのに1万円もかかるっていうね、こういう結構危ない状況になっているっぽいので、ちゃんと公式サイトから取るっていうのをね、公式サイトは私がこの今から取るサイトのリンクは概要欄に貼っておこうと思うんですけど、本当検索でね変なサイトがいっぱい出てくるから、これは気をつけないといけません。でこれ今日本語にしてるんですけど、結局全部英語になっちゃうんですよね。でこの適用っていうね、適用って変な言葉なんですけど、これ英語だとアプライのところなんですけど、ここからもう勝手に英語になっていきます。でこれで今から取っていくんですけど、さっきね公式サイトのねこれトップページのとこで日本は無料でビザが取れるっていうのがあって、私去年のね何月だったっけな、6月ぐらいまでだと思ってたんですよ、2024年の。でももしかしたらちょっと無料でできるかもしれないので、ちょっと一旦これ進んでみたいと思うんですけど、ここにねパスポートナンバー間違えないようにしてくださいとか、誕生日間違えないようにしてくださいとかっていうのがここに書いてあるんで、この I agree っていうのを押します。そしたらここにねプロセスの順番が出てきて、サブミットアプリケーションでしょ、いろんなとこの入力をします。でレビューインフォメーションだから、自分が入力したのが間違ってないかのチェックと確認をして、で、次支払いをして、その後最後に ETA の確認がしますっていうプロセスのとこになりました。でここねapply for an individual っていう個人のやつ、あとグループ、家族とかだとこのグループとかになると思うんですけど、ツーリスト ETA とビジネスパーパス ETA とトランジット ETA っていうのがあって、乗り継ぎだけだったらこのトランジットなんですけど、私は今回入国するので普通にツーリストの観光のこのインディビジュアルでやっていきたいと思います。はい。で、ここにですね入れるやつが名前、名字と名前、下の名前とタイトル、これミスとかね。であと誕生日、性別、国籍、生まれた場所、これ職業は入れなくてもいいのかな、必須ではないね職業で、パスポートナンバーを2回確認のと合わせて入れて、あとパスポートの発行日とか期限を入れます。
で子供がいる人はここに子供の名前も書くところがあるんだね。その後はトラベルインフォメーション、スリランカに入る2週間前にどこにいたかっていうのと、ビザが何日必要かって、これはもう30日しか選べないようになってるっぽいです。 ETA が最初の入国から30日間有効ですよっていう感じ。ダブルエントリーだから30日間の間だったら出入りもできますよみたいな感じで書いてあって、30日以上を滞在する人はオンラインで延長できるか、ヘッドオフィス、コロンボに多分あるんですけど、空港の近くにね、そこのイミグレに行って延長ができますよっていうのが今出てきました。何日に到着するかと滞在の目的、サイトシーイング or ホリデーって書いてある。エアラインとかもフライトナンバーとかも必須ではないけど入れるところがあって、あとコンタクトディティールのとこはアドレスシティステートだから自分の住所かで、ホテルの住所もいります。アドレスインスリランカって書いてあるから。あと E メールアドレスはこれ自分のかな、 E メールアドレスとテレフォンナンバー、レジデンスビザ持ってますかとか、 ETA 最近取りましたかみたいな。 Do you have multiple entry visa、 マルチプルのエントリーのビザ持ってますかみたいな。これは全部ノーでいいと思うんですけど、ここを入力します。で今全部入力をしたんですけど、確認して、無料です。ビザフィー0円。Do you have これ OK で、コンファーム最後押します。コンファームボタンを。Are you sure to confirm the details? OK。なんか出てきた。True and correct information must be submitted at all times when submitting applications and making payments in order to avoid situations such as entry refusal, backlisting。 これをね、でなんか変な取引ダメですよみたいな、ちゃんと正しい情報入力してみたいなことが書いてありますで OK にしますね。で、もう一回ここ最後にコンファメーションのとこで、今日の日付と名前と、これでもう終わったんだ。レシーブドになってるから。でリファレンスナンバーとかが書いてあって、値段もかかってない。24時間以内に返事が来ますって書いてあります。今は申し込みしただけで申請しただけなんですよ。それが受理されましたっていうか、その ETA が発行されましたっていう連絡が24時間以内に来ますっていうことだと思うので、アプローバルノーティスじゃないですよって、承認のお知らせじゃないですよって書いてあって、その承認のものと一緒に入国してくださいねっていう感じなので、これで OK です。これで一旦とりあえずメールが来てるかだけ確認してみますね。来てる。 E ビザスリランカ24時間以内に返信が来ますよっていうことで、とりあえず今申請が終わって0円で申請できましたということで、また申請のあれが来たらお知らせしたいと思います。で一応ね、こんな感じで、これね、状況チェックっていう画面があるんですよ。でそこを押すとね、こんな感じでパスポートナンバーと国籍を入れるところがあって、このねコンファメーションコードっていうのはわからないから、この緑の文字のところにチェックを入れて、でパスポートナンバーと国籍を入れると自分の今状況がここに分かります。で今私の場合はペンディングで保留になってる状態なので、メールがねしばらく来なくて不安な場合はこのチェックの状況チェックをねやってみるといいかなと思います。私はまだね今申請して今10分ぐらいしか経ってないからまだ全然なんですけど、1日経っても来ないとかそういう状況の時はねここをチェックするといいのかなと思います。とりあえずどんな感じになるかわかんないけど待っとこうと思います。はい、スリランカの ETA が承認されました。はい、で申し込みをしてメールが来てたのが5時20分18分だったんですけど、夕方のそこから2時間弱7時過ぎにアプローバルノーティスが来ました。承認されましたっていうのが来
来ました。1時間40分ぐらいかな。結構早かった、思ったより。1日ぐらいかかるかなと思ったら、1時間40分でできたんですけど、早めに取っておいた方がいいのかなとは思います。ただ、到着予定日のところを入力するところがあって、そこがね、90日以内の日付しかできないらしいので、そんなに早くから取る人はいないとは思うんですけど、余裕を持って1、2週間前とかねに取っておいた方がいいのかなと思います。私は、5日前に取ったんですけど、そのぐらいでも大丈夫とは思うんですけどね、何かあった時のために早めに取っておくっていうのは必要なのかなって思います。航空券のフライトの番号とかね、入力する場所はあったんですけど、必須項目ではなかったので、私今回飛ばしたんですよね。一応もうフライトは取ってるんですけど、ちょっとめんどくさかったから飛ばしてみたんですけど、飛ばしても全然大丈夫でした。で、パスポートは番号を入力するだけで、写真のページのアップロードとかもないし、写真のアップロードとかも一切なかったので、かなり簡単に申し込みができました。そして日本を含む7カ国は中国とかマレーシアとかだったと思うんですけど、7カ国は無料で今ビザが取れました。これは2025年7月21日時点の今情報なんですけど、またそのうち変わるとは思うんですけど、今のところは、日本人は無料で ETA を取得することができます。無料なんですけど、オンラインで事前に申し込みをしておかないと、多分空港で空港だと支払うのかな、多分ちょっとここは分かんないんですけど、申請自体は必要になるので無料でもスリランカに行く方は取っておいてください。はい、おはようございます。今私スリランカにいるんですけど、スリランカのビザを延長しようと思ってます。30日入国できるんですけど、それをねオンラインで延長できるっていうのを聞いて、これからちょっと延長をしてみようかなと思っております。で、延長なんですけど、必要なのがパスポートの、顔写真のページの写真とパスポートサイズの、35mm×45mm の写真がいるみたいなんですけど、それはね私はスマホで普通にこの今ねちょっとタイル柄みたいなさ壁の後ろで普通に写真撮ってパスポート写真に変えてくれるサイトがあって、フォトブースっていうサイトにここにね写真をアップロードすると3秒でパスポート写真になるらしくて、背景もちゃんと青色のね背景に変えてくれるらしいんですよ。だから普通にスマホで写真撮って、その写真をここにアップロードすれば大丈夫です。スマホでもできるらしくて、このサイトは顔のサイズとかもそれに合わせてこう調整してくれてできるらしくて、できました。すごいね。この顔もなんか超現地人みたいなんですけど、でこれで写真データをダウンロードで OK ですね。これでこれがね見えない、何ギガまで66ギガになってるから大丈夫で、もう一つ必要なのがパスポートの顔写真のページなんですけど、じゃあ今から、ビザの延長の手続きをしようと思うんですけど、まずねこのサイトに行きます。でこのサイトでこのレジスターをするんですけど、E メールアドレスとパスワードを自分で決めて、まずレジスターで登録します。そしたら情報をね入力します。はい、で今登録の画面で登録したんですけど、必要だったのが名前と、性別と、あとステータス、これなんか結婚してるかとか独身かとかそういうのと、あと、メールアドレス、パスワード、あと日本の住所、日本の電話番号、あとスリランカのアドレス、これはホテルで大丈夫だと思います。ホテルの住所とスリランカのね電話番号を入力する画面があって、でスリランカの電話番号は必須じゃないみたいなんですよ。私は持ってるので一応入れるんですけど、必須のマークついてないのでこれはなしで大丈夫かと思います。でセーブ&コンティニューを押します。でプリーズチェック、やばい、なんか違うの押しちゃった。多分ね E メールが届いてると思うのでメールを確認します。迷惑メールには届いてないな。あれ、メールが届いてない。
あれメールがね届くはずなんですよ。でメールの中にこのコード、認証コードが入ってると思うから、あ、来ました。認証コードありました。なのでそのが、認証コードとパスワードとメールアドレスでこれでログインします。はい、ログインできました。そしたらノンレジデントビザエクステンションっていうのが書いてあって、このままパスポートナンバーとナショナリティのとこ入力するのかな。はい、でパスポートナンバーを入れます。でナショナリティはジャパンでアプライ。そしたら、ここにさっきね登録で入れたのが書いてあって、私今8月今日8日なんですけど、8月25日にビザが切れますよっていうことが書いてあって、今の ETA の番号とか登録されてるパスポートナンバーとか名前とかが全部ここに今出てきました。アップロードをします。ドキュメント、パスポートサイズのフォト Please select support document from list。パスポートサイズ、まずじゃあパスポートからアップロードしようと思うんですけど、Choose a file。これねマキシマムファイルサイズが 100KB なので結構ちっちゃめにしとかないといけないです。パスポートサイズフォトをまず1個アップロードしました。でその次に、パスポートコピーもこれ JPEG です。アップロードします。パスポートコピー、はい、をアップロード今しました。であとはいろいろリターンチケットとか、カンパニーリクエストレターとかいろいろあるんですけど、この2つだけが必須の書類になってるっぽいので、この2つだけで大丈夫っぽいです。はい、でアドレスオブレジデント、これまた入力しないといけないのか。住所とかログインされてるよね。されてるけどまた入力しないといけないのかなっぽいですね。なのでまた自分の日本の住所でね、今入力をしたんですけど、また住所と電話番号を入力しないといけなくって、今度はスリランカの電話番号が必須になってました。さっきのレジスターの時はいらなかったんですけど、今度はいるので、もしない場合は多分なんか誰か友達だったりとか宿の人とかなんかそういうちょっと誰かに聞いてやってもらうのがいいのかなと思います。ちなみにその SIM カードを買えば電話番号ってすぐゲットできて、私は SIM カードいくらぐらいだったかな、1500円か2000円ぐらい、ちょっと高かったけど、それでデータが必要なので私は買ったので電話番号あるんですけど、ない場合はホテルのオーナーとかね、そういう人に聞けばいいのかなと思います。でその後に、6ヶ月以内にスリランカにいましたかっていうところで、私はいなかったのでいらないんですけど、その後、E メールアドレスの入力と、エクステンションの理由、延長の理由を、これは私はツーリストでいいのかな。ツーリスト、ビジネス、ホリデー、ウェディングってあるんだけど、ホリデーとツーリストって何が違うんだろうね。ツーリストでいいか。でエクステンドがいつまでエクステンドしたいかっていうのを選べるんですけど、これねアライバルデートがここに書いてあるんですよね。7月26日に私入国したんですけど、マックスで延長できるのが10月23日までなんですよ。7月26日から8、90だから3ヶ月間90日まで延長できます。でその後もう1回延長するとさらに11、12、1だからさらに3ヶ月、全部で半年間滞在できるんです。2回延長して。なので私はその1回目の延長ということで最大10月23日まで延長できますっていうことで、一応10月23日のもうマックスの日付にしておこうかなと思います。別にこれはねそれでいいと思うんですよね、早く出たとしても。で一応それで長めに取っておくっていう感じにしておこうかと思います。別にそんなに長くしなくてもいいんだけどね。値段は多分変わらないはずなので、10月23でいいか。一番マックスのとこにしとこう。コンタクトナンバー should be 10 digits。スリランカの電話番号は最初に0がいりますね。
パスポートフォトグラフ。あ、そういうことか。OK。パスポートとフォトグラフ。OK。あれ、Please wait のまま動かなくなっちゃった。動かなくなっちゃった。これ、どうしたらいいんだろう。もう一回、ちょっと、あれしてみようか。読み込みしてみようか。なんか動かなくなっちゃった。今度、メンバー、家族とかいる人は、他のメンバーも一緒にアプライしますかっていう画面が出てきたので、私はノーにします。メンバーはいないので。で、ノーをします。OK。ノー。はい。そしたら、コンファメーションで確認自分のパスポート番号とか、エクステンションのデートとか、パスポートナンバーが合ってるかどうかで、チェックを入れて、コンファームを押します。はい。そしたら今、申し込みが終わりました。で、これが、今アプライした状態、申し込みだけが今終わった状態で、多分ね、3営業日かな。3営業日までに今度は支払いのメッセージが多分届きます。で、今日金曜日なので多分土日挟んで、4日5日ぐらいかかるかなっていう感じだと思うので、今度メールが来たら支払いをしたいと思います。で、一応これね、メールが届くかどうかを絶対ここで確認しておくのと、あとね、アプリケーションリファレンスナンバーっていうのが発行されたので、この番号を、スクショしておきます。で、メールも今来ました。で、リファレンスナンバー、さっきこのスクショしたリファレンスナンバー、メールにも書いてあるので、これで申し込みはちゃんと正常に今終わりましたっていうのが分かりました。3営業日以内かにそのメッセージが届くので、3営業日経ってもメッセージが来ない場合は、Please visit Visa Division って書いてあるから、Head Office of the Department of Immigration 行かないといけないのかな。メッセージは来ると思うので、それまでまず待っていきたいと思います。スリランカのビザを、延長申請して1週間が経ったんですけど、やっと支払いのメールが届きました。で、最初3営業日ぐらいで届きますって書いてあって、もしそのメールが届かなかったら、そのコロンボのね、どこにあるイミグレーションまで支払いに来てくださいっていうメッセージが最初その申請後に届いてて、いや、これは本当に行きたくないなと思ってて、でも3営業日経っても届かないから本当に心配してたんですけど、1週間経って届きました。 PDF が届いたんですけど、それにですね、いろいろ情報が載っていて、こんな感じで、自分のパスポートナンバーと国籍、あと何日まで延長するかっていう、これは自分で申請した時の申請のした日程が書いてあると思うんですけど、私は一応その2ヶ月の、最長の期間にしたんですけど、私の場合は10月24日まで入れるビザになってます。で、ビザフィーが、3万425ルピーで、これはね、100US ドルです。なので、それに合わせたルピーの金額も書いてあります。で、100ドル払うって感じなんですけど、ここに、その PDF の中にオンラインの支払いリンクっていうのが入っています。で、これはビザ、アメックス、マスターカードが使えるみたいで JCB は使えません。これは基本的に海外旅行行ったら JCB はほぼ使えないと思っていいんですけど、日本人がよく行く国ね、ハワイっていうか、アメリカの中だったハワイとかタイとか、ある程度そういう JCB が使えたり JCB の特典があったりとかっていう国は一部はあるんですけど、でも基本的にはほぼ使えないと思って大丈夫で、この、アルガンベイというかスリランカ全体になるのかは分かんないですけど、アルガンベイは
JCB は使えないと思ってた方がいいです。この間JCB のカードで支払ってみようと思ったら使えなかったし、でこのビザの延長も JCB は使えません。でオンラインペイメントの注意書きがそのリンクの下に書いてあるんですけど、これものすごい恐ろしいことが書いてあって、何が書いてあるかっていうと、まずね、1個目は全然いいんですよ。この支払いの7日間以内に支払いをしてくださいってまず書いてあるんですよね。で次からが結構恐ろしいことが書いてあって、もしスリランカをやっぱり出国しますっていう、ビザを延長この申請をしたけどこれを使わずにやっぱり国を出国することにしましたって決めた場合でも、その出国する5日以内にこの支払いを済ませてくださいって書いてあるんですよ。なのでもう一回ビザを申請してしまったらやっぱりやめたっていうのがもうできなくて、絶対に支払ってください、5日以内に、出国までの5日前までに払ってくださいって書いてあるんですよ。その次はさらに恐ろしくて、で何が書いてあるかっていうとね、もしその5日出国前の5日以内に支払いが済ませられない場合、オーバーして不法滞在者とみなされて$500 US ドルです、500 US ドルの罰金が課される場合がありますって書いてあるんですよ。めちゃめちゃ怖いっていうことで、オンラインのビザ延長申請をした人は支払いももう延長するしないにかかわらず、基本的に全員というかほぼ延長するつもりで申請をしていると思うから、ほとんどの人が延長するし支払いもすると思うんですけど、たまに気が変わってやっぱり延長するのやめたってなった人がいたとしても、支払いは絶対にしてください。これは本当に恐ろしいよね。だってさ、まだ期限があるのにさ、延長しなくても30日は入れるのに、その30日間の以内にやっぱり出るって決めた場合でも不法滞在者とみなされるっていう感じになってるので、今からちょっと支払いをしたいと思います。でオンラインペイメントのここのリンクをちょっとVPN につなげようと思います。VPN 使うんだったら NordVPN っていうのがおすすめなので、もしこれから結構海外長期間で回るとか、海外でカードの支払いが多かったオンラインでねとかっていう人は VPN 通した方が絶対セキュリティ的にもいいし、もしお仕事するってなった場合も日本の VPN につなげて日本にいる状態にするっていう、これ意味がわからない方もいると思うんですけど、もしそういう状態で仕事をしたいっていう方とか長期で旅したいという方は VPN はもう本当に必須なので、無料のやつもねあるっちゃあるみたいなんですけど、絶対これは有料で契約した方がいいと思います。で私はこういう支払いをする時とかに VPN つないでます。で、支払いのリンクを開きます。これはでもちょっと待ってよ。ちょっと VPN つなげるけど、日本の VPN じゃなくてスリランカの VPN につなげるわ。じゃないと日本にいることになっちゃうからね、これ。で、トータルペイメント、$100って書いてあります。あとさっきの注意書きのところにちょっとよくわからなかったところがあったんですけど、外国人はあんまりいないと思うんですけど、スリランカで発行されたカードではなくて海外で発行されたカードを使った方が支払いがちゃんとスムーズにいきますよみたいなことも書いてあったので、普通に日本で発行された普通にいつも使ってるクレジットカードで支払いすれば問題ないと思います。でここの Pay Online っていうボタンをクリックします。画面が出てこないな。なんか表示されないんだけどな。なんでだろう。応答時間が長すぎます。だって残念なことに VPN が使えなかった。これコンビニエンスフィー、アメックスだと手数料が安いっぽいです。支払いの$2.5で、ビザとマスターは$4.17かかります。600円ぐらいかな。で、次のページでそのビザかアメックスかマスターか選んでくださいって書いてあります。で10分以内に完了させてくださいって書いてあります。で、もしこのあれがねキャンセルされたりとかで、
返金になる場合はこの支払ったオリジナルカードに返金されますって書いてあります。コンビニエンスフィーは、返金不可ですって書いてありますね。はい、でこれアクセプト、ここに書いてあるのアクセプトしたらペイメントメソッドが選べます。アメックスかビザマスターどっちかってことです。私はビザで払うのでビザにします。で、またこの下のプロシードに進みます。で、100ドルの、ビザ代とその 4.17 ドルの手数料で 104.17 ドルを払います。で、この Pay Now。なんかちょっとこのあれが遅すぎて怖いわ、なんか。はい。で、カードナンバー入力するとこがありました。カードナンバーとセキュリティの3桁のコード入れて、名前も入れて、はい、OK、サブミット。で、電話認証ですね。そう。で、こうやってね、海外の支払いって結構SMS 認証があることが多いので、私は日本の携帯はもうアクティブの状態にしてて使えるようにしてます。これですね。認証コードを入れます。27。はい。Thank you for your payment っていうのが出てきました。で、全部ね、ペイメントのサクセスフルとかね、こういろいろ出てきてて、日付とか金額とかが。で、これは一応、まず先に、ちょっと携帯の方でね、メールをチェックします。メールが届いてるかどうかっていうの。でも、メールがまだ来てなくって、ここにプリントっていうボタンがあるので、プリントしときます。Please check your email.Please, your payment information will be sent to your email だから、メールにインフォメーションが届きます。はい。で、一応ね、PDF に保存できるので、保存しておきます、これを。はい。はい。一応ね、多分これで大丈夫なはずなんですけど、こっちで終わってます。全部。で、あとはメールが来るのを待つだけなんですけど、will be sent だからまだ送られてないっぽい。送りましたじゃなくて、送りますみたいな感じになってるから。で、これをちょっとしばらく、ちょっとちょこちょこメールが来てないかチェックをしておこうと思います。で、これ今支払いが済んだだけの状態なので、この後ビザがちゃんと、送られてくるはずなんですよね。だから支払いが完了しましたのメールじゃなくて、もしかしてあれが来るのかもね、時間が経ってからあれしましたよって、ビザが降りましたよっていうメールが来るのかもしれないので、とりあえず一旦待っとこうと思います。今ね、メールが届きました。ちょっと支払いが済んでから2、3分ぐらいかな。で、今ペイメントサクセスって書いてあるので、支払いがちゃんと終わったっていうメールが届きました。それだけです。なので、次に今度はビザが降りましたっていうメールが来るはずなので、次はそれを待っておきたいと思います。はい、ビザが降りました。延長されました、ちゃんと。で、支払いが完了しましたのメールと、ビザがちゃんと届くメールが同時に多分2通来ます。で、今もうさっきのペイメントサクセスのメールを閉じたらもうこっちも来てて、で、私のビザが10月24日までエクステンドされましたよっていうのが書いてあるので、これを印刷して持っておこうかなと思いますので、今日のうちにコピー屋さんに行って印刷をしておきたいと思います。はい、これで私のビザが延長されました。いや、ほんとなんかやっぱオンラインは楽ですね。インドネシアもこうなってくれるといいけど、ちょっとハラハラドキドキもあったけど、一応オンラインで延長が完了したので、すごい私みたいにイミグレから遠い僻地にいる場合でもこうやって延長ができます。はい。ということで、これからもしスリランカに行く予定がある方、延長する予定がある方は参考にしていただけたらと思います。基本的にスリランカは30日はノービザなんだけど、
ETA っていうね、電子車掌をまず入国する前に申請しておかないといけなくって、30日以上いたい場合はビザの延長がオンラインでできますので、私はやりました。で、オンラインで延長すると最長、2ヶ月、そこから2ヶ月なので、30日プラス2ヶ月だから3ヶ月間は、スリランカに滞在ができます。で、その3ヶ月が済む頃にもう一回延長したら、さらにあと3ヶ月かな。多分6ヶ月は入れるはずなんですよ。私はちょっと今回はそこまで長くはいないんですけど、なのでね、全部オンラインでできると思うから、かなり楽だと思います。はい。ということで、今回はスリランカのビザ延長編でした。今回も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。